私たちは今どこに生きているのか。この宇宙が実在しているとなぜ言い切れるのか。2003年、哲学者ニック・ボストロムは大胆な仮説を発表しました。私たちは超高度な文明によって作られたシミュレーションの中にいる可能性がある。もし人類よりもはるかに進んだ存在が宇宙の法則を完全に再現できるだけの計算能力を持っていたとしたら、彼らが数百万数億もの仮想世界を走らせていたとしても、そこに生まれた知的存在たちはそれが計算された現実であるとは気づかないでしょう。確率的に考えれば、私たちが唯一の現実に生きているよりも無数のシミュレーションの一つに存在している方がはるかに可能性が高い。これがいわゆるシミュレーション仮説です。宇宙には絶妙なバランスが存在します。重力定数、電磁力、光速、陽子と電子の質量比、これらのどれかがほんの少しでも違っていれば、星も銀河も生命も誕生しませんでした。この釣り合いの奇跡は偶然なのか。もし誰かがプログラムを設計したとしたら、生命が生まれる条件を微調整することは可能です。この精密な調整を説明するために、宇宙論ではマルチバース理論や選択効果が議論されてきました。しかしシミュレーション仮説は別の答えを提示します。この整合性こそがプログラムされた初期設定の痕跡ではないかと。現代の物理学は物質やエネルギーを情報として捉える方向に進化しています。エネルギー保存の法則は情報保存の法則とほぼ等価です。量子力学における情報の消失問題はまさにこの宇宙の正体を問うテーマの一つ。ブラックホールに吸い込まれた情報は本当に消えるのか。もし完全に消えるならエネルギー保存則が破れる。しかし近年の研究では情報は何らかの形で保存される可能性が示されています。つまり宇宙の根底には情報の帳簿のようなものが存在し、それを常に整合的に保とうとしている。これはまるで計算が正しく動作しているかを常にチェックするプログラムのようです。 MIT の物理学者マックス・テグマークは宇宙は数学そのものだと述べました。彼にとって宇宙とは方程式の実体化であり、数式こそが現実を形作っている。また量子情報理論の第一人者セスロイドはこう言います。宇宙は138億年間計算を続けている量子コンピューターだと。銀河の運動も生命の進化も意識の誕生さえも情報の演算として表せる。宇宙全体が一つの巨大なアルゴリズムとして動いている。しかしもし本当に宇宙が計算なら、私たちはどうやってそれを確かめればいいのでしょうか。2017年、ドイツの理論物理学者シルバーシュタインらは提案しました。もし宇宙が理算的な格子構造を持つシミュレーションなら、超高エネルギー宇宙線の方向分布にわずかな非対称性が現れるはずだと。つまり空間の解像度の限界を観測できるかもしれない。現実世界のピクセルを探すような試みです。一方 NASA や日本の研究者たちは宇宙背景放射の微妙な揺らぎを分析しています。もしそのノイズに周期的な繰り返しがあれば、それは計算上の誤差のような痕跡かもしれない。まだどれも決定的な証拠には至っていませんが、科学は少しずつ構造の裏側に手を伸ばし始めています。量子論の根幹にある観測問題もこの仮説と深く結びついています。電子は観測されるまでどこにも存在しないのに、観測した瞬間特定の場所に現れる。この不可解な現象は現実は観測によって確定するという考えを導きました。もし宇宙が情報の集合体なら、観測者とはその情報を読み取るプロセスそのもの、そしてその行為こそが現実を形作っている。つまり宇宙のシミュレーションを動かしているのは外部の創造主ではなく、観測を続ける私たち自身なのかもしれません。宇宙がどこまで再現可能なのかを考えることは、現実の物理限界を理解することでもあります。現在のスーパーコンピューターで電子1個の振る舞いを完全にシミュレートするには膨大なメモリと時間が必要です。もし宇宙全体を再現するなら、その上位の世界には
想像を絶するエネルギーと演算能力が必要になる。さらに、もしシミュレーションが存在するとしても、それ自体もまた別の物理法則の下にある現実世界の一部の可能性も。この問いは無限に再起し、結局のところどこからが本物なのかは定義できません。私たちの宇宙が高度でできているのか、あるいは根源的な実在なのか。いずれにしても確かなのは、その構造を理解しようとする知性がこの宇宙の中に生まれたという事実です。観測する存在がいる限り、宇宙は計算を続ける。科学とはその巨大なプログラムの仕組みを少しずつ読み解く営み。私たちは宇宙が自分自身を理解しようとする過程の一部なのです。